こんにちは。Learn Japanese with Fun のリカです。今回の動画では日本語のカタカナ語について楽しみながら学んでいっていますが、前編で紹介したカタカナの省略語に続いて、あと2つカタカナの面白いところを一緒に見ていきましょう。前編がまだの方はこの動画の後にでもご覧いただけます。それではお楽しみください。それでは2つ目いきましょうか。2つ目は一見英語のようですが日本語なりの意味がある言葉があることです。例えばモーニングコール、これ意味わかりますか？ホテルのサービスでモーニングコールお願いしますとか、最近は自動のモーニングコール部屋で設定できたりもしますね。これ何でしょうか？これは起きたい時間に起きれるように部屋に電話をかけてもらうっていうサービスですね。そう、英語では Wake up call というようです。日本語ネイティブで英語を勉強している人、私も含めですね、注意しなければなりませんね。本には書いてありませんが、このモーニングコール、モニコとか言いますね。若い人は多分使うんじゃないでしょうか。モニコはモーニングコールの略なんですけど、これは友達とかの間でお願いし合って、朝の起きたい時間に電話をしてもらって起こす。もしくは起きていることを確認するっていうことをモニコって言ったりします。モニコするの形ですね。これはスラングのような言葉ですね。そしてもう一つ、シルバー。この言葉の意味は何でしょうか？そう、銀色とかね、銀の素材、シルバー使いますね。もう一つどうですか？シルバー世代とか、シルバー産業とか。どうですか？そう、これシルバーは高齢者という意味で日本語の国語辞典にも載っています。9月に敬老の日がありましたね。9月の行事についてまだ見てない方はこちらのビデオを見てくださいね。昭和48年の敬老の日、この日に当時の国鉄、わかりますか？今の JR ですね。この国鉄に初めてシルバーシートが登場したそうです。これはお年寄りや体の不自由な人のための優先席ですね。これちょっと面白いんですけど、優先席を設置するための準備期間が少なくて、とりあえず工場に余っていた色の座席カバーを使ったそうです。そしてそれがたまたまシルバー色だったので、この優先席のことをシルバーシートと呼んだそうです。そしてその後、シルバーシートは電車、バスなどで全国的にこの名前と一緒に広まったそうです。今はもうシルバーシートという呼ばれ方はしませんし、シルバー、銀色の優先席というのもありませんが、このシルバーという言葉が高齢者という意味で日本語に残ったわけなんですね。今は普通に優先席と呼ばれます。なのでこちらも覚えておいてください。他にも本来の英語と意味がちょっと違うじゃんって思うようなものは私も生活の中で気づくことがあって、例えば私ピアスしてますけど、ピアスとイヤリングとか違いわかりますか？そう、この穴があるタイプのものをピアスと言って、クリップで挟むものをイヤリングって呼びますね。これは英語とちょっと違いますよね。あとは化粧品とか、リップというと唇の意味ではなくて、だいたいリップクリームとか口紅、この化粧品のことを指したりします。あとチークもですね。チークはほっぺという意味ではなくって、ほっぺに塗るピンクとかオレンジとかのこのお化粧品のことをチークって呼びますね。皆さんもこれちょっと日本語変だよとかこれ面白いよっていうものがあったら他にもいろいろあると思いますので、ぜひ探してみたり、あとはコメントで皆さんとシェアしてください。それではラスト3つ目いきましょうか。3つ目はカタカナ語でイントネーションによって意味が変わる言葉があるということです。これ面白いと思いました。週末や仕事終わりに趣味を楽しむためにグループで集まって何かしたりしますか？これはなんとかクラブとか野球クラブとかテニスクラブとか日本語クラブでもいいですね。クラブ、この言葉がありますね。そして皆さん音楽を聴いたり楽しんだり踊ったりすることは好きですか？週末とかに東京で言うと六本木とか有名ですかね。
そう、クラブと言います。クラブ。この違いわかりますか？野球クラブはクラブ。そして DJ がいて、踊る方はクラブ。上がっていきます。なので、これ注意してくださいね。週末に一緒にクラブに行きませんかっていうのと、週末に一緒にクラブに行きませんかこれ意味が違いますので、皆さんもぜひ使い分けてみてください。あとは、バッテリーとバッテリー。これはどうですか？どちらがどういう意味かわかりますか？バッテリーは野球のバッテリー、ピッチャーとキャッチャーのペアのことですね。国によってはあまり野球が身近なスポーツではないかもしれませんが、日本で結構メジャーなスポーツなので覚えておいて損はないと思います。そしてバッテリー、これは皆さんスマホとかパソコンとかをみんな持っている時代なのでよく使うんじゃないでしょうか。蓄電池の意味のバッテリーですね。充電が切れそうなんですけど、バッテリー持ってますかとか言ったりしますね。バッテリー。上がっていく感じです。あとは、パンツとパンツ。これはどうですか？なんかちょっとアメリカ英語とイギリス英語みたいな感じですけど、そう、パンツは下着のパンツですね。パンツ。これはズボンの意味です。これはパンツに比べると使われている頻度は低いと思います。ズボンをちょっとおしゃれに言った言い方みたいな感じですかね。ちょっと仕事で使うような業界用語みたいな、ファッションに敏感な人はパンツって言ってるイメージがあります。どうでしょう？平板型と起伏型とか聞いたことありますか？ちょっと専門的な言葉になってしまいますが、日本語ってどちらかのアクセントで、平板型は1拍目が低くて2拍目から上がって平坦に発音されるんですね。例えばバッテリーとかパンツとかいうね、最初が低くてその後がちょっと高くって平坦なやつ。あとはパンツとかバッテリーとかね、下がることがあるのが起伏型ですけど、言葉は頻繁に使ううちに平板型になることが多いそうです。これは言いやすいからですね。例えばデータとかファイル、これ今起伏型で言ってますけど、この言葉をパソコン用語として使っている専門分野の人たちがそういう言葉を頻繁に使ううちに平板のアクセント、つまりデータではなくてデータ、ファイルではなくファイル、このように言うことが一般の人にも広がったのかもしれないそうです。言葉は変化しますので、これからどんな言葉がどんな風に変わるか考えてみても面白いかもしれませんね。日本語がどんな風に変わっていくのか一緒に注目していきましょう。カタカナの内容以上になりますが、皆さんいかがだったでしょうか？特に面白かったことや学びになったことありましたか？もしくは、これわかるというようなスッキリしたとか何かありましたか？そして紹介されていなかった単語を何か思いついたら、ぜひコメントでシェアしてくださいね。そして良かったという方は評価やコメントとっても励みになりますので、ぜひお待ちしています。今回も見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんいい一日を。バイバーイ。